映ってました？映ってないですね。どこ映ってんですかね。ここか。ボンネットちょっとしか映ってないです。はい、皆さんこんにちは。車の大自然角川しのぴーです。ということでこの車マナッチガレージさんのところに持ってきました。で本日使い放題プランというものを使わせていただくという形でマナッチガレージさんのところで一からこの車を全て磨いていきたいなと思います。でどれぐらいね時間がかかるかだったり、どういうふうに進めていけばいいのかとか、そういう初心者だとちょっと分かりにくい部分とかを説明しつつ綺麗にしていきたいなと思います。はい、ということでマナッチさんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。今日は使い放題プランということで、簡単にちょっとプランの説明していただいてもいいですか。はい、例えば DIY で磨きたいとか、ただ環境がない、あとポリッシャーって少し高価じゃないですか、マッチングもわからない、そんな人のために、一緒の B さんみたいな人のためにこのガレージを時間内1時間いくらという形で貸し出すサービスを行っています。素晴らしいです。ありがとうございます。ただ使い方わからないとかってあるじゃないですか。何をどういうコンパウンドを使っていいのかっていうところもうちのスタッフがその都度教えることもできますし、あとオプションとしてうちの職人スタッフを丸1日一緒に使えるというサービスもありますので、もう完全に磨き切りたいとか、もしくはガラスの研磨とかヘッドライトとかっていう細かいポイントでもいいんですけども、そういった作業を一緒に職人とするというプランもあります。なるほどですね。めっちゃ宣伝しますね。はい、せっかくですねなので、本日使い放題プランで教えてもらいながら、はい、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、そしたらまずなんですけど、はい、持ってくるときに洗車をしておいた方がいいんですか。一応うちの敷地内でも洗車はできますし、そこからもうスタッフのお手伝いしようと思えばできますのでいいんですけども、意外とすぐ磨きたいと、時間がマックス7時間なのでもったいないっていう人もいるんですよ。そういう人はご自宅もしくは洗車場で鉄粉取りとか油分除去、スケール除去までしてから持ってくる方がすぐ研磨始められますね。ここまでは必ずやっといた方がいいよっていうのは、その鉄粉除去とスケール除去ぐらいはやっとくとかなり研磨スムーズですね。研磨に集中したいなと思ってもう洗車してきたので、もう早速、ちょっと磨きの方お願いします。お願いします。はい、そしたらまずボンネットなんですが、マネさんどうですか。いや、これなかなかレベル高いですね。レベル高いですか。はい、汚れと汚れももう堆積してますし、傷ももう目で見て分かるぐらい入ってますんで。そうですよね。ちょっと洗車頑張ったんですけど、やっぱ表面上の汚れしか取れなかったり、よく見るとまだ汚れがあったり、この辺ちょっと洗車じゃ難しいなと思っていたので、こういうの磨いて落ちますかね。落ちます。本来の色に戻します。本来の色に戻す。はい、本来の色じゃないんですか。いや、もう全然違いますねビフォーアフター楽しみですよ。なるほどです、そしたらまずどの辺から進めていくのがいいですか。いきなり上面ボンネットやりたいところなんですけど、まだマッチング、その道具の使い方とか何のコンパウンドが合うかってわからないと思いますんで、できれば側面あたりで様子見てからこっちに移った方が。わかりました。はい、フェンダーいきますか。はい、お願いします。はい、そしたらフェンダーのところに来ました。でこの傷ですね、わかりますかね。これを消せるということですね。はい、シノピーさんが消していきます。わかりました。じゃあまずはこの部分だけマナッチさんに見せてもらいましょうか。はい、いいですか。だからまず使うものをちょっと教えていただきたいんですけども、ポリッシャーがルペスの BR112AES という5インチのタイプのダブルポリッシャーです。バフは何になりますでしょうか。アンサーさんというところのメーカーのウールバフですね。コンパウンドがこちらもアンサーさんというもののマッスルというコンパウンドを使います。これを使ってまずは1回磨く。はい、磨きの工程としては何回ぐらいになるんですか。これは追えば追うほどになってくるので、何回というその度合いに関しては時間だったりにもよってくるんですけども、まずはこの形でどれほどまだ追えるかなってやってみようかなと。わかりました、お願いします。はい、もうだいぶいってんな
見てください。まだ1回目ですね。はい、傷もないです。真夏さん的にはこれは何割ぐらいの出来ですか？ 100% に持っていきたいっていう意味では7割ぐらいですかね。こっからさらにまた何かやる感じですか？仕上げの磨きを入れるか、もうこれでよしとするケースもありますよね。これは一旦このレベルを全体的にやってから最終的に仕上げていくっていう方法を取ってもいいんですか？はい、大丈夫です。で、例えば時間がなければここでストップしてコーティングだったりワックスを塗っちゃうっていう形にしてもいい、そうですね、今回わざと少しワイドレンジ気味な1000番から6000番までのコンパウンドを使ったので、本当もっと細かく置いたい場合は1000、2000、3000と売ってもいいんですけど、大体使い放題の場合はやっぱり丸々磨きたいという方が多いですから、一つを攻めるよりも今みたいな形でそれなりをやっていくという。分かりました。ここはスイッチになります。スピードは多分このままでいいと思います。ちなみにこのボンネットって広いじゃないですか。端からやった方がいいのかとか真ん中からやった方がいいのか。多分人それぞれなので特にないですね。このプレスラインだけは気をつけないといけないですよね。意外とこうライン入ってます、ここも入ってますので、ここも当たらないようにしていただいて。じゃあ分かりやすいようにこの辺ライトがあるところら辺ちょっと磨いてみてもいいですか？はい、最初はちょっと怖いのでこのぐらいしていきましょうか。はい、トン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 。いいですか？はい、範囲を広げて、じっくり。一旦こんなもんで、この辺はまだちょっと残ってるじゃないですか、コンパウンドがやりきれてないって感じ。そうですね、もうちょっとこの辺はやっちゃっていい、はい、けど分かる？あれもうちょい左をやるべきだったかな。けどすげえ違いますですね。すげえよく見るとちょっとまだ入ってますけど、これ環境がだいぶいいので、見えてしまうんですね、外に出たらおそらく分からないレベルです。なるほどですね。いや楽しいこのままどんどんいっちゃっていいですか？はい、大丈夫です。4回ぐらいやったら少しエアで飛ばしましょう。わかりました、この時もう1回コンパウンドはつけちゃって、大丈夫です。アンサーさんのマッスルです。うちのベースでも販売してます。あ、販売されてるんですか？はい、店頭でも販売してます。なんか宣伝入れられちゃったこの隣の面いきますね。あー、つけすぎた。こういうふうにちょっとはみ出ちゃった部分をどうするんですか？今ちょっとまたいじゃった証拠だと思うんですけど、まあ後ほど処理してもいいですし、脱脂剤で拭いても大丈夫です。なるほどですね。どうです？綺麗になってますね。うわー、濃くなったんです。なってます。結構ガタガタしたと思うんですよ、ポリッシャーが、それってやっぱり上がもう汚れでボコボコしているので、ガタガタになっちゃうんですね。引っかかるってことですか？そうです。汚れにやればやるほどどんどんスムーズに動かせるようになると思うので。それ以外になんか変なとこあります？いや、大丈夫ですよ、全然できてます。まあイージーな部分ですのでねじゃあちょっと僕の方でちょっとどんどん進めていっちゃいます。はい、わかりました。
質問があります。はい。今ここ磨いたんですけど、このちょっと R になってる部分をちょっと避けてここまで切ったんですよ。この部分はポリッシャー変えた方がいいですか？できるなら変えた方がやりやすいと思います。残しといて後でやるのも全然 OK ですか？ OK だと思います。ただまあどこやったか分かんなくなっちゃったりっていう場合であれば、ワンパネずつ仕上げていくなら、はい、そのたんびに変えた方がいいのかな。あ、なるほどですね。はい、使いこなせば全然いけますけどね、今の大きさでも。ちなみに今やった部分でもちょっとまだ残ってる部分あるじゃないですか。ありますね、シミが残ってますね。はい、これはもう一回同じ形でやれば取れるんです。ここで取れてればここも取れるようにはなると思うんですけど、はい、もしそれでも取りにくかった場合は少しコンパウンドを変えたりっていう、そういう手もあります。わかりました。ちょっとやってみます。ありがとうございます。今これぐらいなんですが、こうなるともう完全にお掃除のタイミングみたいなのでコンプレッサーで吹き飛ばします。この辺はちょっと R があるので単位を使って磨いていきます。こちらお借りしました。ここもプレスラインと分けていけるようなやつ。はい、まあ一旦ちょっとここ行きます。ここね、まだ残ってますね。はい。あ、でもね、綺麗になりましたね。だいぶいきましたね。はい、これ範囲が狭い場合はそのコンパウンドをつける量をもっと少なくしても大丈夫です。大丈夫です。どこまで追うかっていうのがその難しいところなんですよね。本当そうですね。性格が出ると思いますね。そうですよね。そんなに汚れがなければスポンジからスタートで一発で終えるケースもあるんですけど、今回の場合だったら、ウール入れてスポンジっていうのが基本的な流れになってます。わかりました。先生ありがとうございます。マルチさん、はい、やっちゃいました。焼き付いてますね。これ焼き付きですか？はい。ちょっと粘っちゃったんです。これどうすればいいですか？あるあるなんですけどね、はい、もう一度磨き直してもいいんですけども、意外と楽な方法は同じようにコンパウンド取りますよね。でこれでショコショコってやると取れますよ。取れるんですか？これ、はい、優しく撫でてみてください。ここ、はい、あ、取れるわ。もちろんもう一度磨きますけども、はい、あ、取れた。脱脂剤とかで取っても大丈夫です。はい、あ、じゃあもうこれはもう慌てずにこういうふうに同じコンパウンド。そうですね、いいですね。先生ありがとうございます。いえ、とんでもないです。続きやっていきます。はい、はい、こちらがマナッチさんが3回磨いたところです。左側のライトのところは磨いてないです。右に行くとこう磨いてあるところにどんどん切り替わっていきます。美しい。全部こうしてもらおう。いや、これ見るのも勉強になりますね。いろんなやり方がありますので、
いやすごいな。コンパウンドをこう切っていくっていうんですけど、うまくなくしていくわけですね。なんか変な話、ガラス掃除屋さんではないんですけど、水をこう切っていくじゃないですか、あれみたいにうまく回収していくではないですけど、最終的にすごいコンパウンドが残んない形になってるので楽にいけますしね、スベスベになるので、プロの方ですか？ちょいちょいこれでお金もらって、ああすいませんこっちまで書いてますよ。これ拭いてみていただいて、はいはい。こっちまだ全くやってないです。ほんのちょっと引っかかり具合とかは違うんですけどね。わかんないですかね。わかんないですこういう手の食感で僕らを確認したり。あ、それでも確認できるんですね。あー、違いで言うとこっちがグロスチックな触り心地で、こっちはちょっとマットっぽい感じの触り心地っていうんですかね。こういうのでも確認できると。できますね。ちょっと引っかかるよね、抜けてないよねみたいな。重機を入れてやっていきます。ちょっとこの部分磨いてみたいなと思います。たまんね。うわ綺麗になったね。よっしゃ、マッスルパワー。いやダメだ、キリがない。そうなんですよ。無理です。一旦ここで例えばスポンジに変えてみて、はい、それで落ちるのもあったりするんで、そういう楽しみ方じゃないですけどもありますよ。なるほどですね、はい、ちょっと疲れてません？いや全然腰にきますね。そうなんです。特にボンネットは。腰痛みんな大丈夫ですか？いや僕はもうダメですから。ダメですか？はい。ここやっぱもうちょい行きたいなと思うんですけど。だいぶ線傷目立ちますね。いけるならやっぱり行った方がいい。そうですよね。もしかスポンジに圧をかけないか。はい、皆さんどれぐらいまでやってます？ちょっと合わせようかなと思うんですけど。そうですか。足くれます。もうちょい行きましょうか。じゃあもうちょい。消えたー。消えました。消えました。消えてるー。はい、そしたら1工程目が終わったので、次スポンジバフに変えて、コンパウンドもディティーリングさんの仕上げ用をちょっと使ってボンネット仕上げていこうと思います。どうですか？これって磨きされてない感じですか？このちょっと白っぽくなってる部分。あ、いやこれは拭けるんじゃないですかね。さっと拭ければ。あ、さっと拭けば。いや全然磨きやすいですけど、本当優しいなっていう感じは。そうなんです。なのでもしお湯が足りないなと思ったらさっきのにしてもいいですね。コンパウンドはこれでいいのかなって感じ。はい。もうちょっと傷を消したかったので、バレットさんのハニカムバフにしました。これもマナーチさんおすすめのバフです。皆さんぜひ購入してください。
マナッチガレージでも購入できます。うちだと売ってるんですよ。あ、売ってない売ってません、すいませんわあ、全然違う。スポンジの硬さがやっぱ全然違う。そこしかちょっと分かんないですけど、扱いも全然違いますね。さっきの方が結構 R もいける感じはあったんですけど、これ逆にいけないけど削ってる感っていうか磨いてる感がありますね。楽しすぎる。いやー、これ難しいですね。そうですね、簡単ではないですね。結構コンパウンドって大きい量なんですよね、販売されてるのが、一般の方だと買いにくいと思うので、お試しっていう意味でもうちに来ていただけると。また宣伝してる。カットカット。宣伝2回までってちょっと決めました嘘です。あ、いいね、決まってんね。この車買い取っちゃおうかな先生、終わりました。はい、どうですか？いいんじゃないですか。いい感じですか？ほんと深いのは追わず、でも2回入れて整えてますので、はい、汚れ取れてると思います。ありがとうございます。こんな感じで進めていけばいいって感じですね。そうですね。一応2回ウールとウレタンスポンジやりました。次どこやりましょう？せっかくなんでヘッドライトはもしくはバンパーとかはい、やってみましょうか。順番どっちでも。どちらでも。じゃあちょっとヘッドライトやってみていいですかね。はい、そしたら気になってたヘッドライトですね。この下側はまだクリアなんですが、上側がすごい傷だらけなので、これぐらいは最低限持っていけたらいいなということでちょっとやっていきます。でポリッシャーは3インチのちっちゃいやつに、コンパウンドがちょっと粗めの900番から1800番のものを使ってやるといいということなので、マルチさんが言ってました。指示通りちょっといきたいと思います。行かせていただきます。ちょん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 。かなり変化ありましたね。けどまだこれもうどんどんやっていく感じですか？はい、なので本当はサンディングという方法もあるんですけども、今回はあえてね、はい、こちらで今日拭きながら確認やった方がいいですね。すいません、毎回拭いた方がいいですよね。できればどこが取れてないかって分かると思います。あ、もっと綺麗になりましたね。この辺ですね。かなりいった。いましたね。はい、途中回転がね止まりそうなとこ修正されてうまくやられてましたね。やっぱ局面なので難しいですね。止まりやすいっていうか。こっち僕やっちゃっていいですか？いいです。じゃあプロの技をちょっと撮影させてもらってもいいですか？逆にお願いします。すげえ。早っ、マジ。
やば。いやマジっすか。この下半分だけ。いや全然違います。シングル使ってるんですよね。シングルポリッシャー。シングルの方が強いってやつですかね。ドライトの場合はまあパキッとしやすいですね。そこリスクもあります。ああそういうことですね。上側もちょっと軽くお願いしてもいいですか。いやーうまいんだよな、このコンパウンドの切り方っていうのが。いやーすげえマジすげえ。一旦黙ります。さすがに一撃では取れないですけど、これを繰り返していく感じですよね。ちょっとこの辺もうちょっとお願いしてもいいですか。そこが一番分かりやすいと思います。そうですね。はい。だいぶ荒れてます。すげえ。だけど傷がすごいですね。傷がすごいですね。汚れというよりも、まあ、ただ繰り返していけばできるんですけど、これが大変だなって思ったらやっぱサンディングの方に。すごいわ。あっちゅう間だ。一気にクリアになりました。じゃあ僕向こうの方頑張ってます。あー来てる来てる来てる。先が見えるとまた楽しいですね。そうですね。ちょっとずつこの傷が抜けていく感覚が。そうですね。さあ焼き付いた。どうですかね。結構限界値ですかね。もうちょいいけそうですか。いや、こんなもんじゃないですかね。ここは多分僕も取れなかったので、そのままでいいと思うんですね。危ないので。じゃあこの辺ちょっと仕上げます。オッケー。お、できました。できました。あとはバンパーです。マッパーですね。全然大丈夫ですよ。バンパーいきます。あ、いいやん。綺麗になっとるわ。傷が分かるようになりました。どこの傷が抜けたとか。あ、分かるようになりました。もう本当見るしかないですね。いろんな角度からライトのところをしっかり見る。これが重要です。あとなんかその磨き方っていうか、そのコンパウンドのこの後で回した後のこの後、はい。これで回転してないんだなってなんとなく分かるようになりました。素晴らしい。なんかこういううにゅ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 みたいな回転じゃない跡がつく時あるんですよね。そういう時見ると全然回転してなかったりするんで、だからこうやりながらこっちに集中することなかなかできないんで、この跡を見ながら回転してるっていうのが分かんないですけど、いやでもその通りです。やっぱなんかうまくちゃんと当たってると綺麗にこの跡もブブブブブってこう出てくるので、はい。合ってますあとます。あ、よかったです。終わりました。まあやっぱ難しいですね。難しいなりにこうやんないと分かんないですね。本当にそうなんですよ。角度の問題とかもやっていくうちになんか逆に角度をこう合ってないと気持ち悪さを感じるっていうか、分かんないです。ちょっとまだ数時間で一丁前のこと言っちゃいました。本当そうなんですよね。なるほどな、奥が深いな。
まだまだやりきれてないけど今日はこんなもんでしょう。はい、ということで磨き終えました。で時間でいうと11時ぐらいから始めて今もう4時ぐらいかな。なので5時間ぐらい磨きました。で僕がやったのはもうフロント周りのみです。あとはマナッチさんとかにちょっとお手伝いしてもらったんですが、そういったプランもあります。なので、自分一人じゃちょっとあれだなっていう方はそういったプランを最初に選択して、で次からは一人でやるとか全然ありだと思います。で最後にワックスですね。マナッチガレージさんワックスも自由に使えるんですか？はい、自由に使えるみたいなので最後塗布して、仕上げて終えようかなと思います。細かいところはまた後でちょっとお見せいたします。はい、そしたら今回はスイスワックスのミラージュというワックスを使います。ちなみにおいくらでしょうか？確かですけど2万前後。これ使っていいんですか？はい、大丈夫です。天然カルナバの配合のものですので。わかりました。そしたら実際ちょっと塗布していきますか。はい、お借りします。好きな方これにします。スパシャのマカロン今みたいなものですね。神風さんでした。はい、これなんか使い方ありますか？特にはないです。ないですか？結構固めなんですね。そうなんですよ。本当はそれ手で塗ったりする方がいいんですね。材モールみたいな感じで、やっぱり人肌でいっちゃっていいですか？はい。匂いいいですね、本当に。すごくいいんですよね。うわ、この時もたまんねえな、塗ってる時も。これなんか感想もあったりしますか？そうですね。ぐるりともう入れちゃっても大丈夫です。本当ですか？はい、じゃあ先に後から追っかけられます。はい、スイスバックス。僕だけかもわかんないんですが、できるだけ塗ってる時のこのパターンを均等化したいっていうか。したくないですよね。そうなんですよ。例えばここだけこう塗るとか嫌なんですよね。均等にパターンができた時の気持ちよさみたいなのありますよね。ワックス塗ってる時はまた楽しいですよね。やってる感もある。そうなんですよ。拭いていきます。軽い。やっぱワックスでこのちょっと白くなったところがこの吹き上がってよりこのツヤツヤ感がこの増すこの感じ、この瞬間が一番たまんないですね。頬ずりしたいですもん僕。ほんと軽い。うわ変な声出る。軽いし残らないですよね。残んないですね。うわ終わっちゃった。ワックスやっぱワックス残り嫌なんでしっかり自分の目で見た方がいいですね。はい、素晴らしい。皆さん見てください、この仕上がり。ボンネットやばくないですか？ぬるんぬるんです。いや触らない方がいいな。触りたかったけどやめときます。うわ素晴らしいツヤ感です。はい、そしたら、磨きの方すべて終わりました。わかります？もうこの時点でめちゃめちゃ輝いてるんですよ。ちょっと細かいところ近くで見ていきましょうか。くわ気持ちいいね。わかります？車ですよ。3年間洗車してなかった車ですこれ。うわ綺麗。いいね。うるさいね。ほら輝きを取り戻しました。これも全てマナッチさんのおかげです。こういった細かいところとかね、綺麗だね。ツヤツヤだね。はい、といった感じで動画の方以上になります。マルさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやすごく楽しかったですし、どうですか？いやもう綺麗に仕上がったと思いますよ。前回りちょっと見てくださいよ。特に前まで最高じゃないですか。そうなんですよ、僕がやったんですいやもう本当にこれはもうマナッチさんのところで、その使い放題できたから、ここまで仕上げることができました。で僕なりに思ったこといろいろあるんですけど、使い放題1日でやるってなった時に、一番重要なのは僕はその妥協点を見つけるではないんですけど、どこまでやるかっていうのをあらかじめ決めておいた方がいいかなっていうふうに思うんですよ。
やその通りですね。その傷の負い方、染み傷どこまでやるのかっていうのは人それぞれなので、それが分かると僕らもサポートしやすいっていうのがあります、そうですよね。やっぱ実際にやってみて自分はここまでやりたいっていうのをやりすぎちゃって、僕もそうボンネットだけで3時間4時間かかっちゃったんですよ。こんなの手伝ってもらってなかったらもう終わるわけもないですし、途中からやっぱこのレベル、これぐらいでいこう、それでもかなり十分綺麗な状態なので、そのどこまでやるかっていうのはやっぱ最初に決めておかないと、来てからだと、1日なんていうんですかね、結局ボンネットしかできなかったとか、はい、そこら辺もアドバイスしてくれると思うので、ちょっとぜひマルチガレージさん概要欄にリンクを貼っておくので、使い放題プランと、僕的には最初は職人使いたい放題プラン、はい、あります。29,000円の方、はい、そう1日借りてそのいろいろ教わってやってもらったりとかして、次来た時に自分でちょっとチャレンジしようかなみたいなので使いたい放題だったり、自分家でやるのも OK ですよね。そうですね、やり方さえ分かればできると思います、なのでまず最初初心者の方第一歩としてマルチガレージさんご利用してみてください。はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。